ねねちゃんようこそ。ご視聴ありがとうございます。今回はクリスマスティーを作ってみようということで、オリジナルブレンドティーに挑戦していきたいと思います。早速ですが、あなたはクリスマスティーを飲んだことがありますか？日本ではあまり馴染みがないこのお茶は、ノエルティーやウィンターブレンドなどとも呼ばれるヨーロッパの冬の定番ブレンドなんだそうです。毎年11月頃から期間限定、数量限定で販売されるようなので、気になる方は早めにチェックしておいた方が良さそうですね。さて、このクリスマスティーはどんなお味なのかというと、寒い季節に体を温めるスパイスや風邪予防にもなる柑橘類をブレンドしたものが伝統的なフレーバーとなっています。スパイスはキリスト誕生の際にお祝いに駆けつけた東方の三博士が入香、没薬、黄金の3つの品をそれぞれ贈り物としたことから、その品々を象徴するシナモン、クローブ、ナツメグを基本にジンジャーやアニスなどたくさんのスパイスを贅沢に使ったものが多いようです。ここまではマサラチャイに似たお味かなという感じなのですが、ここにオレンジピールやレモンピールなどの柑橘類やリンゴが加えられたものがクリスマスティーの原型と言われています。クリスマスティーが生まれた19世紀のヨーロッパでは、スパイスや柑橘類は高級品とされていたそうで、クリスマスくらいは贅沢をということで、この組み合わせとなったのだとか。最近では見た目も華やかにと、ローズやヤグルマギックの花びら、アラザンなどを混ぜ込んだりと、各社工夫を凝らした商品が販売されています。実はこのクリスマスティーにブレンドされているスパイスと柑橘類の組み合わせは、ヨーロッパの方たちにとってはクリスマスの香りなんだそうです。紅茶に限らず、クリスマスプディングやミンスミートパイ、シュトレン、ホットワインなど、クリスマスにまつわる食べ物には、先に紹介した3つのスパイスと柑橘類が使われています。食べ物もこの風味なのに、さらにお茶にもこの香りをつけるなんて、と少しびっくりですが、それだけ人気のある香りなんでしょうね。今回はリーフティーにスパイスをミキシングするブレンデッドティーと、既製品のティーバッグにスパイスの香りをつけるセンテッドティーの2種類作っていきたいと思います。作業に移る前に、ブレンデッドティーやセンテッドティーという言葉に聞きなじみがないなという方に向けて、簡単に用語の説明をさせていただきますね。ブレンデッドティーもセンテッドティーもフレーバードティーの一種なんですが、そもそもフレーバードティーとは何かというと、フレーバードティーは香料やスパイスなどの香りがあるもので香りをつけたお茶のこと。茶葉本来の香り以外の香りがつけられているお茶とも言えますね。そんなフレーバードティーは香りのつけ方によって3種類に分けられています。丸1のフレーバードティーは言葉が同じなので混乱しやすいですが、香料を使って香り付けしたもので、アールグレイやアップルティーなどがこれにあたります。丸2のセンテッドティーは、茶葉が他のものの香りを吸いやすいという性質を利用して、茶葉と香りの強いものを同じ空間に置くことで香り付けするもので、よく例に上がるのはジャスミンティー。本物のジャスミンティーは生のジャスミンのお花と茶葉を何層にも重ねて香り付けしている、とっても贅沢なお茶なんですね。丸3のブレンデッドティーは、お花の花びらやドライフルーツ、スパイスなどが混ぜ込まれたもの。香り付けに使う素材も一緒に抽出することになるため、こちらは味にも変化がつけられます。実は
この違いを知るまで自分はフレーバードティーが苦手だと思っていましたが、スパイスの混ざったマサラチャイや金木犀の花が入った軽果茶などは好きなので、マルサンのブレンデッドティーは大丈夫なのかもということに気づきました。人工的な香料が苦手という方はマルサンのブレンデッドティーなら楽しめるかもしれませんね。ではここからクリスマスティー作りに入っていきたいと思います。まずはクリスマススパイスというミックススパイスを作ります。いろいろなレシピがあるようですが、今回はこちらの材料を使いました。ブレンデッドティーを作る作業は配合を決めて計量してしまえばあとは混ぜるだけなのでとっても簡単。お家で余っているスパイスの消費も兼ねてぜひ気軽に挑戦してみてくださいね。茶葉とスパイスやハーブの配合比率を自分好みにできるところが自家製フレーバードティーのいいところですが、目安がないのも難しいですよね。かさばる花びら類やオレンジビールなどを加える場合は、茶葉3に対してスパイスとハーブの総量が1、スパイスのみを加える場合はスパイスの味の強さで加減が必要ですが、おおよそ茶葉4から6に対してスパイス1の割合を目安にするといいそうです。見た目にも影響する花びらやドライフルーツはあまり重量にこだわらずに見た目で量を決めてしまっても美味しくできることが多いとのことなので、難しく考えずにまずは少量からトライしてみるといいと思います。なお、スパイスやハーブは摂取に注意が必要な方がいます。特に持病のある方、妊娠中の方、小さなお子様の飲用はよくご確認の上、健康な方も摂りすぎに十分ご注意ください。それでは一つ目のリーフティーにスパイスをミキシングするブレンデッドティーを作っていきましょう。茶葉は甘い香りと味のルフナを選んでみました。伝統的なクリスマスティーが飲んでみたいと思ったので、オレンジピールと先ほど作ったクリスマススパイスでシンプルなブレンドにしようと思います。茶葉の決め方はストレートで飲むのかミルクティーにしたいかなど飲み方を決めてからいくつか候補をピックアップします。あまりたくさんだと試飲が大変なので2つか3つくらいに絞ってその紅茶にミックススパイスやハーブを少し加えてみて雰囲気を確かめるのが簡単でいいかなと思います。クリスマスティーについて調べてみたところ、ほとんどがミルクティーにしても美味しいと書いてあったので、今回はストレートでもミルクティーでも美味しいルフナを選びました。試飲の時も紅茶の甘い香りとシナモンやクローブの甘い香りが重なって幸せなティータイムになったので完成が楽しみです。2つ目のセンテッドティーはネネ茶の自己流の作り方になってしまうのですが、茶葉とスパイスを同じ容器に入れておくことで香り付けはできるのか実験してみたいと思います。もしこの方法がうまくいけば、様々な種類のティーバッグに同じ香りをつけることができるので、飲み比べが楽しそうです。今回エントリーするティーバッグは、ヌアラエリア、ディンブラ、サバラガムはキームンの4種類です。ヌアラエリアはストレート向き、サバラガムアはミルクティー向き、ディンブラとキームンはストレートとミルクティーのどちらも美味しい茶葉と言われています。こちらは少し雰囲気を変えて、セイロンシナモンとローズペタルも一緒に入れてみたいと思います。
瓶の中に材料をすべて入れたら、あとはシェイクすれば準備完了です。こちらはもう完全に趣味の実験なので、結果がどうなるかわかりませんが、楽しみに待ちたいと思います。熟成期間は2ヶ月ほど。ちょうどクリスマスの前あたりから飲み始められる予定です。クリスマスティーはちょっと特別なフレーバードティー。紅茶のフレーバーで季節を感じるのも素敵ですよね。少し早めの冬支度、あなたもいかがですか？最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見て紅茶の世界にワクワクしていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画で、あなたも楽しいティータイムをお過ごしください。